こんにちは。ケイナ51オーナーの須田です。支配人の関根です。夜はバープラスチックモデルという店をやっております。よろしくお願いします。そういう感じ。そういう感じじゃなかったですね。今日ちょっとノリがちょっとなんか、ね、ちょっとそうなんですよ。これは、デーハーなノリで。デーハーですね。これ皆さんに見てもらいたくて。なんですか。自慢。わかりますこれ。これわかりますよ。マンチェスターユナイテッド。読みましたね。読みました。シャープ時代の。はい、ちょっとこれ復刻版なんですよ。復刻版でスポンサー名入れるってもすごいですね。珍しくないですか。まあでも人気なんですよ。やっぱりシャープ時代が黄金時代なんですよ。なるほど。カントナー、ベッカム、ギグス、この時代ですよ。その時代がシャープなんですよ。そうなんですよ。シャープってすごいですね、その時に。すごかったですよ。もうね、世界を席巻してたわけですよ。マンチェスターシティのファンの皆さんすいません。そんなケア、そんなケアですね。はい、そうですね。それ脱いでもまだ派手ですけど。よく気づきましたね。気づきです。気づくでしょ。これはこの間アトランタのモモコンというイベントに行ってきまして。モモコン？はい。日本の、はい、いわゆるアニメカルチャー、ゲームカルチャーというものを、ファンイベントとして、そこで講演をしたりとかサイン会したりとかっていうイベントがあって、そこに行ってきたんですね。その時にホワイトホールというスタジオで、ホテルバルセロナというゲームを今作ってるんですね。でこのゲームは実は僕が原案なんですよ。せいじさんともうアドリブで考えた企画なんですよ。それをせいじさんがなんと作ってくれちゃって。ゲームを作ってくれちゃった。そうなんですよ。もうできちゃった。2人でできちゃって、もうほぼ完成で。そんなんで、せいじさんも今回モモコンに呼ばれて、ご一緒したんですね。この T シャツはその記念 T シャツをモデレーターやってくれたジョナサンという、彼が僕らのためにわざわざこのデザインをいろんなファンに呼びかけて作ってくれて、こっちがグラスホッパーのキャラクターでこっちがせいじさんのこれまで作ってきた作品のキャラクターが今までのキャラクターが入ってるという。そうですそうです。カプコン VS SNK みたいな SNK な懐かしいですね。その記念 T シャツなんですね。すごい。激レア版じゃないですか。激レア版です。売ってません。はい、もらいました。あと本当にうちのタイトルが発表されまして、そうですよね。ロミオイズザデッドマン新作がついにソニーさんのステートオブプレイで発表されました。おめでとうございます。無事に予告編拝見いたしまして、結構大好評で、最初の冒頭のあそこの後は我らが神風動画、そうなんですか。ファミリータイムから変身の下りまで、あそこはもう神風タイム、そこでねまずはガッと上げてもらって、そこからゲーム映像に行くような感じで、かなり大好評で、もうトレンドにも入りました。本当ですか。はい。ただトレンドがゲーム名じゃなくて須田ゲーというトレンド名で入りまして、須田ゲーあれじゃないですか、登録商標しといた方がいいんじゃないですか。音ゲーみたいに。音ゲーみたいな感じで須田ゲー。そんなこんなで、ようやく新作発表できて、今こっちの現場で一生懸命作ってます。作ってらっしゃる。僕はもうシナリオ書き終わったんで、もうずーっともうこうしてずーっとバンダイプレミアムチェックして。ただまたちょっと追加シナリオといいますか、ちょっとテキスト修正をしなきゃいけないので、ちょっと忙しくなります。なんで今日のね収録はもう中止ということで。なんで？今日のキネマ51の取り上げる映画はこちらです。新幹線大爆破。今回ご紹介する作品は新幹線大爆破です。世界一の安全と定時走行を誇る新幹線。しかし東京駅に向かう列車に爆弾が仕掛けられた時、脱出不可能な死の罠が乗客たちを待ち受ける。来ましたね。来ましたね。いやもうやっぱつよぽんがね、もう出てきて、でその後にユースケ・サンタマリアが出てきて、つよし出てこないから。出てこない。つよぽん映画と思いきや。やっぱり斎藤工映画だったっていうのもありますけども、で僕聞きたかったのは、関根さんはオリジナル版といいますか、ここで言うと1でいいのかな、75年版高倉健さんの、あっちはもうご覧見てますか。あっちもすごいですねやっぱり。いやこれを見てオリジナルを見た後から見た人って結構いるんですよ。やっぱり75年の方がいいんじゃんみたいなことを言う方も多いんですけど、いやもうどっちもっていうね、やっぱり時代背景とか、昭和のね、やっぱねあれは今できない。あんなむちゃくちゃなことはできないですよ。って考えると、今2025年にこれを作ったのはやっぱりすごいな。今回
ネット上ではリブート版って呼ばれてるんですよね。なるほど、リブート版。要は、リメイクじゃない、リメイクじゃないですね。リメイクだと思ってる方実は結構多くて、いや思います。リメイクだったら見ないっていう人も結構多いんですよ。さあオリジナルがやっぱり好きな方は、そうですね。リメイクだしね、その運転手が千葉ちゃんからのんちゃんに変わってるわけですよ。それはちょっとね、それはまあちょっと違うんじゃないみたいなおっしゃる方も多いんですけど、これがリメイクではなくリブートだと、まあリブートっていうかまあ広い意味での続編ですよね。そうですね。いやもう続編だと思いました、途中から。これ109号事件と一緒じゃないかっていうセリフが出てくるんです。そう。その時にハッとするわけですよ。まさかと。そっからの展開はもうドキドキワクワクですよ。これはリメイクじゃないんだと。ということで、見てなかった人はぜひ見ていただきたい。役者陣がすごいじゃないですか。対比表みたいなの作ってたら多分めちゃくちゃ面白いと思うんですよ。もう千葉ちゃんなんてもう汗だるだるかきながら運転してる千葉ちゃんと爽やかなのんちゃんとか、宇津井健さんのもう怖いね表情と斎藤工さんの昼顔対比したら面白いと思うんですけど、今回はそのよくポジションの人が置かれてるなというのは、まあね、監督の樋口さんの樋口組的な役者さんがまあ多いじゃ多いですけどね。揃えてましたよね。もちろんね、ピエール滝さんも。あら、出てくるんですか？あら。どうでした？面白かったですか？その今回。僕は正直言って最初始まった時に、これダメな映画のパターンだと思ったんですよ。なぜかというと最初にダイジェストがバーバーって入ったんですよ。やめてほしいんですよ。でもなんでこんなことしちゃったのかなと思って、でもまあ始まるじゃないですか。で最初はもう導入なので、静かな立ち上がりじゃないですか。で途中で見てて思ったのは、これ映画館で上映されない作品じゃないですか。配信もんじゃないですか。最初離脱したらもう見てもらえないんですよ。だから樋口さんってそっか。配信だから最初にダイジェスト入れてちゃんともう先この展開あるっていうのをちゃんとつかませて見せてると思った瞬間に、この監督いやちゃんと分かってるなと思って。分かってるなって。いや映画館と違うんだなっていうね。確かにオープニングの要はタイトルバックですよね。タイトルバックでどんどんこう見せていくんですよね。あれは確かに映画館ではやっちゃいけないですよね。そうなんですよ。でもちゃんと配信っていうのを意識して全世界の人間が見るときにこのシーンがちゃんとあるってちゃんと教えてる、ちゃんと見せてるから、だからそこから途中からなるほどと思って見たら、もうね「シン・ゴジラ」さながらの展開にね来て、樋口節が来たなっていうのがね、徹底した樋口節でしたね。もう明朝からね始まってね、もう随所に見られる。あれでもうちょっとなんかね、もうちょっとテンション上がりますよね。明朝できた瞬間にね。もう僕はだから街でクッションドラム黄色いやつ、あれを今見るたびにワクワクします。これがどれだけねすごいもんだろうか。クッションドラムっていうものなんだということも明朝で知るっていう。ストーリーはもうほぼ分かってるって言い方変ですけど、新幹線に爆弾が仕掛けられて、で今回はその100キロ以下に落としたら爆発するからっていう、そういう映画ねハリウッドにもありましたけども。ありましたね。そうですよ。スピードはもう完全に元ネタですよね。そうですよね。でここからね樋口監督の愛を関根さんがね樋口監督の愛を語る多分時間になってくる。語る時間になるのかな。樋口信者ですもんね。まあ僕は樋口真嗣原理主義者として全肯定でもうずっと愛をね。それは「進撃の巨人」も込みで。だから全肯定ですよ。いや僕はでも「進撃の巨人」って僕原作途中でやめた派なんですよ。だから樋口さんの映画で結末知ったんですよ。僕全然面白かったんですよ。樋口真嗣監督という方はね、もともと特技監督、特撮技術監督としてもねずっとやってらっしゃって、もうアニメの演出ももちろんやられて、庵野さんの盟友みたいな感じですかね。ずっとやられてたし、監督がいて特撮技術監督っていう肩書きとして
樋口さんが暴れるっていう構図が、まあやっぱりその傑作特撮とか作品を生んできたんだと思うんですけど、ガメラゴジラ、そうですね。ガメラやってゴジラ呼ばれましたもんね。そうですね。でまあ多分最初の84年ゴジラも関わってるんじゃないかな。あ、本当ですか。多分。はい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 。ご本人の監督作品でいうとね、ローレライっていう作品が。でもこれはもう完全にこう柏井優ちゃんが綾波レイみたいなプラグスーツを着て、であれもいろいろね、まあ賛否あるんですけど、あったんですね。まあでも監督作品っていうのではなかなかこう評判もあるけどもやっぱり批判も多かったっていうところがあって、僕にとってはなんていうんですかね、やっぱり茨の道を行く監督というか、あえてそれこそ黒澤明監督のリメイク「隠し砦の三悪人」とか。隠し砦って樋口さんでしたっけ？いやリメイクされてたりとか、そういうやっぱりこうあえての茨の道を行くということでのリスペクトは僕すごいあって、みんなちょっと引きますよね。いやそれは勇気いる仕事じゃないですか。黒沢作品触るっていうのはね。進撃の巨人だってそうですよね。やっぱりね、誰もそれは触りたくないじゃないですか。アニメでいいじゃないですかみたいなね。もちろん庵野さんと組んだ新シリーズですよね。ゴジラ、仮面ライダー、ウルトラマン、仮面ライダー、あれだってある種茨の道というか、何を言われてもおかしくないような。本当ですよ。でまあ今回東映アクションものの人がみんな好きな。新幹線大爆破に手を出すっていうのをまたそこ行っちゃいましたかみたいな、それがね今回でも見事にそのリブート版という解釈で作り上げたのはすごいなと面白かったですね。しかも世界ランキング入りましたもんね。みたいですね。日本の作品としては珍しいですけどね。特撮ものの監督としては多分20年ぐらい経ったんじゃないですか。もうそうですか。ちょうど昨日がキラーセブン発売から20年。おめでとうございます。でまさにキラーセブンは樋口さんがコメント出してくれたんですよ。関根さんのお店で関口さんとご一緒になった時に、ありがとうございましたっていう、ご挨拶させてもらいました。そうです。ありましたね。ありましたね。昔ねうちのイベントも出ていただいたりとかね。そうですよね。一緒に僕登壇しました。そうですよ。ティガの話しましたもん。そう。だからそれぐらいねこうずっとやってらっしゃった一つの到達点みたいな感じじゃないかなというぐらい僕は興奮しております。事実としてのその大きいところは SF というか、そんなありえないだろうみたいな、そんなありえないだろうをものすごい真面目にやってるじゃないですか。やってますね。現場の人たちが実現するために。だからよし分かった。じゃあこれでやろうじゃなくて、バカバカしいものを実現させるための計算とか、計算とかね、1秒未満ですとか1秒未満ですでガチャみたいなとかなんかそんなバカなと思うけど、働くおじさんたちがちゃんと支えてるシーンがあるからこそシーンに説得力もあるし、あと成功した時の感動がうわみたいな。本当ですよ。僕らも働くおじさんなってますよね。途中でね。バックで120キロ出す新幹線ね。そう。すごいっすよね。すごいっすよね。エヴァとかもそうですけど、設定にすごく細かくこだわるじゃないですか。そうですね。物理計算、物理法則としてちゃんと合ってるかどうかも含めてカラー周辺の皆さんはやってますから。だからそのセリフなんかも多分本当に監修というかね、その駅員の方とか作業員の方の言葉遣いとかがものすごくこう伝わってくるっていうのはまさにその働くおじさん理論というか、そう面白かったですね。そういうとこもね。お鉄の人たちが見たら最高なんじゃないかなと思って。だから路線図とか分かる人いるじゃないですか。あの人たちから見たら多分うわすげえことしてるって多分なるんでしょうね。もっと僕ら以上の感動が。いや いっぱいまたしかも分析もあるだろうしね。そうですね。まあ見どころたくさんなんてね、見た方もこれから見る方も。やっぱり僕はね途中で竹野内豊が出てくるのかなと思って。そう思いますよね。あれひょっとして竹野内豊が逆になんで出ないんだっていうね、そう思いましたよね。竹野内豊出てこなかった。実は線路作業員の一人が竹野内豊だったかもしれない。もしくは竹野内豊さんはやっぱりタクシーいつも乗ってるから。そうだ。タクシー乗ってるからGO乗ってるからGOやってるから。
僕はまあ樋口作品をまたちょっと見たくなりましたね。まだ見てないローレライ、日本沈没、今回もうなんかまごうことなき樋口作品だったので、樋口作品という色がより強く出たじゃないですか。あ、ちょっと樋口作品をもうちょっと食らってみたいなというのが僕の今回の最大の関心ですし、監督樋口誠、違うな、樋口真嗣さんで、真嗣君だ、そうだ、真嗣君ですもんね。そうだから真嗣君の元って樋口さんですよね。そうなんですよ。だから樋口真嗣作品を全部ね、おさらいしたいと思いました。オリジナル版が本当にすごいんですよ。とにかくオリジナル版の出来も素晴らしいんで、まあこれを比較するというよりは両方とも違う楽しみ方できると思うので、ぜひオリジナル版を含めてリブート版今回のやつも見て、その時代のね、前回からだから50年経ってるわけですよ。その50年経った日本っていうのが今どうなってるのかっていうことも含めて、両方作品楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで、次回どんな映画になるのかというところなんですが、もともとオリジナルのキネマ51が掲載されていた「フォーゲーマーズ」の連載がようやくやっと復活しました。はい、なので映像我々の YouTube チャンネルでも見れますし、フォーゲーマーの方の、リンク貼ってありますから、ここに飛んでいただければすぐ読めます。グラスホッパーアーカイブスは荒木ディレクターがもう勝手にこうつまむ、勝手にって言い方はあれですけどまあまあね、そこで切られちゃったものもね、こっちのね、そうなんですよ、フォーゲーマーの方で掲載されてるので、まあ一度で二度おいしいそうですね。なぜか喋ってるセリフが変わってるっていうね。そこはね、二次編集、ご愛嬌ということで、二次創作ということで、ご愛嬌でいただければと思います。次どうしましょうかね。次はスーパーマンかな。まあ前にね、スーパーマン来ますねなんて話もおっしゃってたから、ジェームズ・ガン監督のスーパーマンなので、もし呼べればちょっとゲストに来てもらって、なわけねえな。ひょっとしたらここにね、ひょっとしたらなんかずっと止まってる映画だと思ったら実はちょっと動いてるみたいな、あるかもしれません。違いですね。楽しみでございます。ぜひぜひ。じゃあ次回の作品でまたお会いしましょう。大爆破。